フレイヤ様にときめいている自分がいる。こんにちは、トマトです。今回は断末5期を見た感想について語っていきます。現在テレビ放送された6話まで見たところなんですが、今期のフレイヤ様はめちゃくちゃ可愛いですね。思わずときめいてしまいました。僕は原作未読でアニメ視聴のみなのですが、酒場娘のシルさんの正体がフレイヤ様だったとは、という驚きとともに、あのフレイヤ様が酒場で掃除や料理をやっていたかと思うと衝撃ですよね。フレイヤ様は何でも完璧にこなしそうな美女という印象があるのですが、シルとして掃除や料理などをすることで、自分がそんなに器用ではないことを知ったと回想で話していて、そこも意外でした。確かに言われてみれば、普段は周りの人が全部やってくれそうというか、自分ですることってきっとない立場なんですよね。フレイヤ様にはもう一人ヘルンという影武者がいるので、若干ここら辺の関係がハテナになってくるんですが、シルさんとフレイヤ様、それから影武者のヘルンとの関係云々については、大森藤野先生が X でわかりやすく補足説明をされていて、なるほどそういうことかと理解できました。それにしても5話のラストで発動したテンプテーション、これ強すぎませんか？霊族の無自覚ということで、街中も全員が未了状態で、何かしらのきっかけでこの事態の異常性に気づいても、すぐに誰かしらに通報されもみ消されるので対抗できないっていう。ヘルメス神やバレンナニガシさんまでもが魅了されているってもう相当ですよね。そしてフレイヤ様もベル君をもういかにして落とすかと自分の方に落とし込むために、所属していないファミリアでも無理やりステータス更新をするためのレアアイテムまで用意されていて、いやもうどんだけフレイヤ様ベル君のことが好きなんだって伝わっていきますよね。日笠陽子さんの妖艶の声で、またヘリンにしごかれてたのって言われると、なんだかすごく意味深に聞こえますね。また、フレイヤ様のドレスの着替えシーンですよね。このうなじの描写が見事で、数本飛び出ている髪の毛など細かく丁寧に描写されているところに、制作スタッフのフェチズム感じますよね。でもそんな積極的にアプローチしてくるフレイヤ様に対し、ベル君はいつものベル君らしく土手ムーブ。もうここはある意味安心感すら覚えますね。それにしても、ベル君に色仕掛けをして恋する少女のように喜んでいるこのフレイヤ様の姿、可愛すぎませんか？あれ、フレイヤ様ってこんなに可愛かったっけって思ってしまいましたね。もういつの間にか視聴者含めてみんながフレイヤ様にテンプテーションされている状態というか、もうむしろフレイヤ様が可愛すぎて、一生ベル君この生活でもいいんじゃないかなと思えてきてしまいますよね。というかフレイヤーファミリアは毎日ファミリア内での実践訓練があまりにも過酷すぎるので、よく死人がこれで出ないなと思いながら見ていたんですが、逆に夜はこれくらいのご褒美があってちょうど釣り合いが取れるのかなと思えてしまいますね。断末5期はエンディング含めて全てがフレイヤ様のためにある5期のような形で、エンディングでフレイヤ様が走っているシーン、フレイヤ様が走る姿ってあんまりイメージがなかったんですが、ここまで恋する少女のような姿を見てしまうと、もしかしてベル君を見つけて思わず少女のように駆け寄ってしまっている姿を描写しているのかなとも思えてきてしまいます。断末5期はこれから後半戦に入っていきますが、テンプテーションが発動する前に外へ逃げ切れたと思われるアスフィーさんとリュウさん、それからヘルメス神が託したメモがこれからどう機能するのか楽しみなところですね。ということで今回は断末5期を6話まで見た感想について話していきました。大森藤野先生は本当に女の子を可愛く魅力的に描くのがうまいですよね。断末はシーズンごとにスポットが当たるヒロインが変わっていくのですが、4期の時はもうリュウさん最高って思っていたのに、いつの間にか5期ではフレイヤ様最高となっている自分がいましたね。ぜひコメント欄にてあなたの感想も教えてください。またチャンネル登録、高評価をいただけるとすごく励みになります。それではまた。